ナレーションのにわかです。制作者のにわからです。過去に RC ミニ四駆を作りました。ここに機能を追加します。レースゲームの加速床を再現します。せっかくなのでバナナも再現します。現実でどのような挙動になるのかを見てみたいです。それでは制作へレッツゴー。シャーシを作ります。基本設定は前回の釘タイヤマグナムのシャーシを使います。空転ではスルスルですが、モーターを搭載するとガリガリバットです。キニオンギアとスパーギアの隙間を空けすぎていました。それとモーターの固定部も外側に広がっています。修正します。試作シャーシ1号です。試作2号です。試作3号です。試作4号です。試作5号です。試作シャーシ6号です。うにょーん。最終版シャーシです。ギア間の距離修正、モーター固定部の強化、フロントシャフトの保持部改良、センサー用穴開けをしました。回路製作に進みます。実装基板図を書きます。マイコンとコネクターを裏返しにします。表面実装を床面にするためです。基板サイズを先に決めます。ここに収めるように電子部品を設置していきます。配線立ち替え部品同士はまとめておきます。センサーは基板上部でコネクターは下部に配置します。マイコンの不要なピンを削除します。モータードライバーは真ん中です。今回のモータードライバーは AM2837 です。いつものよりも必要ピン数が2本少なく出力電流も大きい利点があります。配置の決まりが出てきたので配線をしていきます。大きめの電流が流れる配線は太くします。センサー周りも配線します。裏配線を通したり修正したりします。グランドで塗りつぶします。塗りつぶしても未配線の箇所をつなげていきます。再度塗りつぶして確認します。未配線ゼロで実装基板設計完了です。PCB レイに基板を発注します。キキャドの PCB レイプラグインを実行します。発注ファイルの生成からアップロードまで自動でやってくれます。基板プレビューを確認したい場合は ZIP ファイルをダウンロードしてアップロードガーバーファイルズをクリックしてオンラインガーバービュアーに ZIP ファイルをドロップすれば確認できます。想定通りの発注ファイルになっていることが確認できました。発注の設定をしていきます。両面基板だと基板素材を無料でアップグレードできます。基板の厚みを 0.8mm にします。ここら辺はデフォルトで製造番号は削除します。基板の発注設定完了です。メタルマスクも発注します。枠なしメタルマスクにします。運送業者は安くて早い OCS にします。キキャドのプラムイン経由だと 3% オフになるの初めて知りました。カートに追加して情報を入力したら発注完了です。基板が届きました。19日発注で25日到着です。クリスマスプレゼントです。こちらはメタルマスクです。基板固定板を印刷しました。基板固定板に基板を固定しました。電子部品を用意します。センサー窒素。これは実装が難しそうです。ハンダペーストを出します。プラ板で塗り込みます。ハンダがまだらなので追加します。どうでしょうか。滲んでいます。修正しました。小さいセンサーにもうまくハンダが乗っています。電子部品を乗せていきます。DC-DC コンバータを乗せます。コンデンサを乗せます。LED を乗せます。抵抗を乗せます。コンデンサを乗せます。センサーを乗せます。モータードライバーを乗せます。電子部品を乗せ終えました。リフロー機を用意します。基板を乗せます。温度を上げます。140度で予熱します。190度に上げます。ハンダジュは基板を取り出します。リフロー完了です。DC-DC コンバーターの位置は再リフローして正しました。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。モーターソケットを取り付けます。位置がずれないようにハンダで仮固定します。ハンダ付けします。バッテリーソケットを取り付けます。ハンダ付けします。基板が完成しました。バッチリ。設計ミスがあったので修正します。銅箔を削って間違えた配線を切断します。ケーブルをハンダ付けします。修正完了です。次は配線です。ケーブルに予備ハンダをします。端子に予備ハンダをします。ケーブルをハンダ付けします。反対側も予備ハンダをします。4本作りました。端子をコネクターに挿入します。コネクタ付きケーブル完成です。モーターとケーブルをハンダ付けします。モーター配線完了です。低グリップタイヤを印刷しました。バナナでスピンさせるためです。モーター蓋とシャフト固定具を印刷しました。シャフト、チョーク、スティックスにします。
コンデンサーの背が思いのほか高くて基板の浮き穴りが気になります。ここに穴を開けます。まずは小さい穴を開けます。デザインナイフで位置合わせをしながら穴を拡張します。いい感じです。タケノコドリルで形を整えます。綺麗になりました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。ハトメを取り付けます。すべての箇所に取り付けました。プロペラシャフトを差し込みます。スパーギアを取り付けます。ピニオンギアを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。あれ、入らない。クラウンギアが床に干渉しています。モデルの修正時にいつの間にか床が1ミリ高くなっていたようです。なぜ？穴を開けてクラウンギアの干渉を解消させます。クラウンギアを取り付けます。固定具を取り付けます。フロントも同様にします。モーターを搭載します。蓋を取り付けます。基板を搭載します。モーターコネクターを接続します。スイッチを取り付けます。固定します。ケーブルをハンダ付けします。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。グランドカラーエフェクトシャーシです。色を採取します。色検知チェック。床の色に応じてここの LED が光ります。青色 LED が青く光りました。黄色 LED が黄色に光りました。グッドです。操縦チェック。前進、交代、左旋回、右旋回。こちらもグッドです。それぞれの動作はできています。色検知と走行プログラムをマージして目的の動作をするプログラムを書き込みます。加速床。1秒間スピードを2倍にします。バナナ。すごい、まさに思い描いていた動きです。いきなしクラッシュギア。バナナを切り出します。色並みそのままでは味気ないので。切り出しました。それでは走行へレッツゴー。グランドカラーエフェクトサーキットです。シンプルなオーバルコースに加速床とバナナが設置されています。5。完璧です。低グリップタイヤの操作が難しすぎるのでノーマルに戻します。スピンの勢いが強いのでこれでもいけます。5。操作しやすくなりました。ぐるぐるグッドです。今回はレースゲームによくある床効果を再現しました。バナナの挙動がとても良かったです。スピンのわちゃわちゃが面白いので大人数向けですね。カラーセンサーもうまく作れて良かったです。センサーあのサイズでしたからね。基板発注した PCBWay も気になった方は概要欄から見てみてください。キケドのプラグインでより便利になっていました。それではまた、のし。